皆様こんにちは。今回は年に1回はやっておくべき誰でもできるメンテナンスのやり方をご紹介します。僕は普段 Swift スポーツに関する動画や旅の動画などを週1で投稿していますので、よかったらチャンネル登録お願いします。早速ですが、今回 Amazon で買ったのがこちら。ワイパー、エアコンフィルター、ウォッシャー液。今回はこちらを交換していきます。1年に1回交換でいいと思います。今からお見せするメンテナンスはめっちゃ簡単なんで、無駄に工賃払わずに自分でできます。フィルターの交換目安ですが、だいたい1万キロもしくは1年に1回交換です。まずはグローブボックスを外します。両サイドにこんな感じでストッパーがついてます。グローブボックスの真ん中を掴んでへこませるとストッパーが外れます。結構強めにへこますのがコツです。グローブボックスが外れたら中にあるカバーを外して交換するだけ。今回僕が買ったボッシュのフィルターはオートバックスで人気1位だったんで買ってみました。ただオートバックスで買うよりも Amazon の方が結構安かったんで、結局 Amazon で買いました。入れる向きはボッシュが読めるようにして入れるだけです。伝送だとアップと書いてます。ちなみに1年使ったフィルターはだいぶ汚くなってました。特に謎のタンポポの種とか小さい虫とかががっつりと挟まってたので、絶対に交換した方がいいと思います。グローブボックスの戻し方は手で叩いて入れるだけではまります。次にワイパー交換。Swift スポーツのワイパーのサイズは48と50です。今回僕が買ったのはボッシュのワイパーブレードですが、完全に見た目で買いました。純正のやつだとプラスチック部品が多めでしたが、今回のものはほとんどがゴムなので純正より少し軽めです。今から純正のワイパーを交換していきますが、めっちゃ簡単です。なくても他のもので代用可能ですが、A 門の内装剥がしがあれば楽に交換できたので、もし今後自分でいろいろと車をいじっていくのであれば Amazon で398円で売ってるので買った方がいいと思います。僕の過去の動画を見てもらったらわかるんですが、ほぼ毎回 A 門の内装剥がしが登場しますので、それほどまでに使います。まずは運転席側の純正ワイパーを外していきます。内装剥がしをこの溝に突っ込んで引き上げる。左にスライドさせて外します。外れたらこのようにボッシュワイパーのカバーを開けて、カバーの穴を先に通してはめ込んだらカチッと音が鳴るので、最後にカバーを閉じて完了。反対側も同じように外して取り付けるだけ。2回目なのでめっちゃ簡単だと思います。片方2分もあれば余裕で終わります。まずはボンネットを上げます。今回買ったシェアラスターの純水ウォッシャー液を入れる前に、元からあったウォッシャー液を出し切ります。出し切ったら洗浄のためにペットボトルに水を入れてタンクを洗います。あとは新しいウォッシャー液を入れて終わりです。今回の純水のウォッシャー液の特徴として、ウォッシャー液を使った後って拭いた後のシミとか拭き跡が残ることがあると思うんですけど、純水のウォッシャー液だと拭き跡が残りにくい。
マイナス30度まで凍らない、撥水施工にも影響しないと、普通のウォッシャー液よりもメリットが多いです。こういったメリットがあるので、今回初めて純粋のウォッシャー液にしてみました。以上が年に1回やっておくべき、誰でも簡単にできるメンテナンスでした。僕の動画では誰でもできそうなものに絞って動画を作っています。またいろいろとパーツレビュー、取り付け動画、ドライブ動画など週1で公開していきます。今回の動画が1ミリでも良かったよと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、コメントもいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。ありがとうございました。